ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、珍しくサブチャンネルの方で、作り方の紹介をしていきたいと思います。なんでかっていうとですね、今回はちょっとペット用品になるということで、普段ちょっとバッグの方をメインチャンネルの方で紹介していますので、こちらのサブチャンネルの方で紹介させていただくことにしました。以前からインスタの方でリクエストの方いただいてましたので、今回ね、冬物に衣替えをするというタイミングだったので、せっかくなので動画の方を撮ってみました。今回はペレット用のハンモックとして作っていくんですけれども、ちょっとね見ていくと、猫ちゃんたちも使えるようなので、よかったら皆様のご家族のためにですね、手作りの役立つ情報になればいいなと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。こちらは幅が42センチ、この長さが80センチで作っていきます。同じサイズでファーも準備します。こちらが外側になってファーを内側にしていきます。体の大きさに合わせてサイズの方を調整してみてください。そしてこちらの細長いものがループになります。ちょうどここカットしたのと同じサイズで42センチにしています。幅は5センチになります。で今回ですね、80センチで作るのに足らなかったので、ここの部分も継ぎ足しています。こんな感じで残った布で活用してみてください。例えばここを無地にすると少しね、見栄えもよくおしゃれになりますけれども、今回は耳もそのまま含めています。あったかいファーを使いますので、こちらが中に入る側のファーになります。外をフリースにするとよりあったかくなるかなと思いますので、今回はこちらの生地使ってますけど、もっとねあったかい素材でっていう場合はフリースなど使用されるといいかなと思います。シーチングなど薄い生地で作るよりは少し張りのあるもので作られるといいかなと思います。それではループを作っていきます。いつものように四つ折りにしてクリップで留めたところです。こちらの際を縫います。今回は重機の SL700EX 職業用ミシンで製作していきます。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番にします。縫い終えたところになります。片側だけにステッチを入れています。こちらを4等分にしていきます。で我が家の場合はこのままこうループにして、ここにナスカンを引っ掛ける方法にしてますので、この状態にしてますけれども、もしD カンとか挟んだ方がいい場合はここに D カンを挟んだりして工夫してみてください。ではループを4等分にしたところです。そうしたら本体の方を作っていきます。まず中表に重ねていきます。この時ファーを下にして重ねていきましょう。でここの短い辺のところを両サイド留めていきます。そうしたら止まったところで両サイドを1センチ端から端まで縫います。こういうニットを合わせるときは伸びる素材を下にして伸びない素材を上にして縫うと縫い代起きにくくなりますので、お試しください。1センチ先に針を下ろして押さえを下げます。返し縫いからスタートします。この針をね刺した後に上糸少しピピッと引っ張っておくと下糸の絡まりがなくなるので試してみてください。でファーはできるだけこうやって目打ちで内側に押し込みながら入れていきます。そうすると仕上がりが綺麗になります。端が縫い終えたところになります。もしファーの方がはみ出ちゃった場合はここはもう揃えておいてください。そうしたらですね、4箇所につけていくんですけれども、仕上がりをまずどんな風になるかっていうところですね、表にして1回見ていきます。こういう感じの仕上がり方になっていきます。まず仕上がりを見てから
自分でこうループをつける位置を決めていくので、こういう折り返すところのここのサイズを決めていきます。この入るところがここになるので、深さですね、ここの。ではどの程度深くするかをこういうふうにねやって決めたところで印をつけたいと思います。今回ちょっとここの部分を深くしたいので、結構で深さをここをですね、今回35センチになったので、ここで印をつけていきたいと思います。そしたらもう一度ですね、こういう感じで一回合わせます。縫い合わせのところから35センチ。これは体の大きさに合わせてサイズは変えてみてください。で、ここで5ミリほどの合い印を入れます。2枚同時にカットします。そしたらパーの方も同じようにしてカットしていきます。そしたら今印をつけたところにこちらのループをつけていきます。印をつけたところでもう一度同じ形を作ります。そしたらループをつける位置なんですけれども、今印をつけたこの部分ですね、ここからこの35センチになったところにこの合い印の内側ですね、ここに合い印があります。ちょうど35センチがここまでになります。ここに留めますね。そうしたら反対はこっちの方につけるのはこのパーのところになるんですけど、パーだとちょっと仮止めしにくいので、はい、じゃあこういうふうに止まったところでそれぞれを5ミリで仮止めしていきます。はい、ではループが縫い終えたところになります。カメラ回してるつもりだったんですけど、ちょっと録画ボタンを押し忘れていたみたいで縫ってるところ取れなかったんですけど、実際についたところがこの状態になります。先ほどの状態に戻すとこうなってますね。で、ここが35センチの合い印のところに留めたこのループはパーと同時にこのままですね、外表の状態で仮留めで縫い留めています。端から5ミリのところで縫い留めています。で、もう一つのループの方はこの外側だけに縫い留めるようにしています。ちょっと付け方が違うので両方ですね、こういう風になってますので、ちょっと気をつけながら進めてみてください。そうしたらですね、今度はこの合い印をちょうどこの縫い合わせのところでひっくり返していきます。で、サンドイッチになるように、これが内側になるようにして挟んでいきましょう。ちょうど縫い合わせたところで蛇腹になってくるかなと思います。止まってるとやりやすいので、この方法ね、とってもおすすめです。こうして合わせると実際こういう感じの重なりになっていきます。はい、じゃあこれで両脇が止まったところです。全部でこのところですね、4枚ずつ重なっていきますので、全て捕まえておいてください。ここはクリップ使った方がいいですね。で、この後両端を1センチずつ縫うんですけど、返し口を作ります。返し口は本来内側に作りたいんですけど、ちょっとあと最後縫いにくくなると思うので、外側のちょっと目立ちにくいところに作りたいと思います。10センチぐらいで返し口残します。3枚以上重ねて縫う時に作る返し口の作り方なんですけれども、線をちゃんと1センチで線を入れます。ここにですね、返し口の線を1センチずつ入れていきます。で、ここは縫わないというふうに書いておきます。そうしたら今書いた1センチの線を切ります。今度はこの1枚だけを切りましょう。ここが返し口になってきますけれども、ここですね、カットします。1枚だけですね。こんな感じでこうめくっておきます。そしたらここを避けてここで止まるんじゃなくて、ここを避けながらそのまま縫います。あっという間にできちゃうので、あともう少し頑張りましょう。この返し口のところはこの開き口のところ切れやすいので、しっかり返し縫いを入れてください。そしたらちょうどこのループのところも結構ね力が加わりますので、しっかり返し縫いしておきましょう。
でちょうどここのポケットのこの膨らみのところもですね、返し縫いをしっかり入れていきます。では反対側も同じようにして縫います。でこの返し口のところしっかり返し縫いします。そしたらそのまま続けて縫いましょう。はい、縫い終えたところになります。ここがね4枚重なって縫えてるかどうか確認してから表に返していきます。返し口のところはこういう風になってます。1枚だけ避けて、あとの3枚は重なってる状態ですね。そしたらここの返し口から表にしていきます。でいつもは角がどうのっていうふうに言ってるんですけど、今回はですねループがあるので、ループを引っ張ると自然と角が出てきます。こういう感じでピュピュって引っ張れば綺麗に角出てきますので。でここが返し口になるので、ここをこの字とじで閉じていきます。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。結構ねあっという間にできちゃいますよね。夏は帆布で作ったりしてたんですけれども、冬になるとねやっぱり寒いので、こういう風にファーとかあったかい素材を使ってあげるとぬくぬくできるかなと思います。それでもねやっぱりどんどん寒くなってくるとプルプルね震えちゃってかわいそうなんですけれども、皆様の大切なご家族のために動画がお役に立てれば嬉しいです。風邪もねひかせないようにお互い気をつけていきましょう。最後まで動画の方をご視聴いただきましてありがとうございました。動画が参考になりましたら高評価とコメントの方もお待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。